こんにちは、しょちこです。今日の動画は家計簿のルーティン、給料日にやることです。月始めの家計簿の付け方という感じですね。月末の給料日を迎えてお金を下ろして翌月の予算を決めるっていう1ヶ月を始める準備の動画になってます。この作業結構楽しくてすごい好きなんです。今日は現金がっつり出てくる動画になってます。そしてこの家計簿リフィルのデータ販売を始めました。動画の最後の方に少し詳しくお知らせをしているので、気になる方はぜひ最後まで見ていってください。では早速家計簿ルーティーン、給料日にやること編いってみましょう。まず最初に流れを見てみましょう。お金を下ろす、予算を決める、家計簿に予算を記入する、袋に分ける、最後に今週の食費を財布へ。この流れでやっていきます。早速銀行で下ろしてきたお金を準備します。このお金で予算を決めていきます。かなり余裕を持って予算を決めて、余ったお金を貯金に回すという方法にしてるんですけど、結構余裕がありそうな月は先に貯金分を抜いちゃってます。次に予算を決めて家計簿へ記入していきます。固定費以外のカテゴリーをプラスする場合は、何も書いてない欄が、何個かあるので手書きで追加します。変動する食費、日用品とかはもうまとめちゃってるんですけど、これは1週間ごとに予算を決めます。ほんとざっくりなんですけど、だいたい1週間2万円くらいかなと予想して、月に10万円っていうふうに書いてます。月によっては最初の週と最後の週が7日間ない週もあるので、出費が多い週は少し増やして7日間ない日は少なくしたり、その時その時の変動はあるんですけど、月というくくりで予算内に収まってれば OK っていう風に、あまりルールは厳しくしないようにしてます。予算を書いたら電卓の出番です。電卓打つのすごい大好きで、もうこの電卓を打ちたいがためにやってるみたいなところちょっとあります。電卓は無印のシンプルな白い電卓を使ってます。押し心地最高です。計算して予算の合計金額を出したら、予算のトータルのところに記入します。次に袋に分けていきます。無印のこういう中が見えるファイル、入れ物って結構種類がいっぱいあるんですけど、ファスナー、このジップではなくファスナーっていうんですかねっていうのもあったんですけど、このファイルってちゃんとしっかり硬いので立つんですよね。ちゃんと立って、割とこの上を止めてなくてもお金落ちないですよね。で、一個一個閉めるっていうよりも、全部の袋に入れ終わったらまとめて、この閉じるスライド部分を上からギュッと押すと簡単に止まるので、すごく便利です。裏は透明じゃないところとか気に入ってます。これはクレジットカード専用の袋です。カードを使ったら現金をこの専用の袋に入れてます。使った内容を書く紙を入れているので、今月の月を書いて、右上に支払い日を書いて、これ書いてないですね。それで準備をしておきます。クレジットで引き落としが決まってるスマホ代、そんなオーバーすることがない、スマホ代とかウォーターサーバー代はもう先にここに入れたりします。1円単位で書いたりとかもうちょっと大変なので、100円単位部分はもうあんまり気にしないでやってます。
そして食費の袋から1週目の予算を抜いてお財布へ。これで1ヶ月始める準備が完了です。最初でもお話ししたように家計簿リフィルのデータ販売を始めました。とてもありがたいことにリフィルの販売はないんですかっていうお声をちょっとずついただくようになったので、準備をして販売をすることにしました。内容は表紙、月の予算記入ページ、週ごと予算の内訳ページの3ページです。バイブルサイズになってしまうんですけど、右と左のページ両方使えるように用意しています。自分で好きなサイズに切って貼って使うこともできるんですけど、今はバイブルサイズのみになっています。今後英語サイズも作れたらいいなぁと。そして私は固定費を印刷しちゃってるんですけど、販売のリフィルは空欄になってるので自由に好きな項目を書いてみてください。食費と日用品をまとめて週ごとの予算にしてるんですけど、ここもいろいろなカテゴリーでカスタムしてみてください。家計簿のリフィルについてはこちらの動画で紹介しているので、ぜひ見てみてください。同じようにやってみたいという方がいたらぜひ使ってもらえたら嬉しいです。ショップの URL は概要欄に貼っておくので、気になる方はチェックしてみてください。で、今動画で紹介したリフィルはちょっと前のものなんですけど、タイトルちょっと可読性を上げるためにフォントを変えました。これからは私の手帳リフィルも全部このフォントに変えていこうと思っているので、今後の手帳の中身振り返り動画で文字変わってるって思うかもしれません。以上が家計簿のルーティン給料日にやることの動画でした。こんな感じで1ヶ月始める前の準備をして1ヶ月のお金を見える化しています。家計簿をつけてからお金の動きがわからんみたいなのが本当になくなって、無駄遣いが格段に減りました。何にこんなにお金使ったんだっけとか、お金がたまらないみたいな、そのモヤモヤみたいなのがなくなったので、このまま習慣化します。今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。しょちこの暮らしが気になる方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。